開催ぐすうよう中うがなびらみんなで空手はじめの一歩。那覇市は空手発祥の地として広く世界中に知られています。そのため那覇市内には各流派によるたくさんの道場があります。ですが仕事や学校の都合など習いたくてもなかなか習えなかった皆さんもたくさんいらっしゃいます。そこで誰でもすぐに気軽に空手に触れる機会としてはじめの一歩みんなで空手講座を開催します。ご指導いただきますのは指導官比嘉道場豊里弘樹六段です。では早速よろしくお願いいたします。はい、開催、皆さんおはようございます。マイマイ那覇で開催されます、はじめの一歩空手講座、第1回目が始まりました。この講座は、先ほどもご案内がありましたが、空手を習いたくても、どうしていいかわからない、また町道場にいきなり通うには敷居が高いという方へ向けての、空手講座となっています。どこでも誰でもはじめの一歩ということで空手講座の方を4回にかけて開催していきたいと思いますのでよろしくお願いします。まず講師の紹介として私の紹介をさせてください。指導官比嘉道場沖縄少林流指導官比嘉空手道場の豊里弘樹と申します。段は6段です。よろしくお願いします。空手と言いましても先ほどさまざまな流派や、スタイルがあってですね、沖縄から発祥して全世界で1億人という愛好家がいると言われています。で、空手を取り巻く環境というのが、最近ではいろいろ注目されておりまして、今年の夏にはオリンピック競技としても、開催されることが決定しております。で、非常に注目の集まっている、ものとなっております。今回はこの空手を通して、沖縄の、郷土文化や伝統に触れていくということで、いうことも含めてまた空手の楽しさというのも、知ってほしいなと思いまして、この講座を開催するにあたって講師を引き受けることになりました。では皆さんよろしくお願いします。講座の開催にあたり、アシスタントを2人、一緒に手伝ってもらうアシスタントを2名、紹介したいと思いますので出てきてください。よろしくお願いします。はい、沖縄少林流指導官キャン道場初段豊里真理子です。沖縄少林流指導官比嘉道場6級豊里ひとみです。お願いします。お願いします。以上の3名で、講座の方を進めていきたいと思います。では今から講座の方に入っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。気をつけ礼。はい、じゃあそれでは実技の方に実際に入っていきたいと思いますが、まずはですね、空手っていうのはいろいろ突きとか蹴りとか受けとかまた型とか組み手とかいろいろな動作というか技がありますが、それをやる前にまずはですね、稽古の開始と終わりにいつも礼をするんですね。正座礼というのをやっております。その、まず正座礼の仕方からやっていきたいと思います。で、ひとみさんの方に質問ですけど、はい、空手では礼とか正座とか礼をするんですけど、なんで礼をするか分かりますか？礼儀正しくした方がお互いの気持ちが良くなるからと思います。他にありますか？他には、あんまり考えたことがないです。はい、わかりました。はい、先ほどひとみさんからもありましたように、
礼儀正しくするっていうより、礼をして礼をすることによってですね、お互いを尊重するということを、なぜ礼をするかっていうことに関して、礼をするっていうことで相手を尊重すること、そうすることでですね、相手を尊重することで、相手を尊重し、お互いに敬意を表すということで礼をしております。その礼を通して相手を尊重し、また自分自身の心を、コントロールして技や感情などをコントロールする。実際に空手というのはお互いが手足、鍛えた手足を交えて殴り合ったりするような部分っていうのもあります。戦う部分もありますので、この感情に任せて、怒りに任せて技をコントロールしないとか、ですね、相手を尊重しないで一方的にやっつけるとかっていうようなことはあってはならないということで、礼をすることで心を戒める、礼をすることで相手を尊重するというところが、本質にありますということを、ちょっと覚えていてください。では正座の方をやっていきたいと思います。正座と言われましたら、左足を引いてひざまずきしてください。こちらですね。左足をひざまずいたら、続いて2番目に右足を同じくひざまずいてください。で、ひざまずいた状態からお尻をかかとにつけます。このような状態ですね。で、今、足が立っている状態ですので、そのお尻をつけましたら、足を寝かして正座の状態になります。以上ですね。で、続きまして礼の方になります。いろいろやり方はありますが、正座をしたときに手はこのももの横に置いております。で、礼と言われましたら、左手から前に、右手に右手をつけてください。この時ですね、この手がかさばったら、重なった時に、三角を作るようにして礼をする前の体勢を整えてください。手の形が三角になって出来上がりましたら、礼をします。この時に礼は真下を見るのではなく、少し斜め上の45度ぐらいの方向を見るようにしてください。で、礼をし終わりましたら、顔を上げて右手から戻して左手から戻してください。続いて立ちます。まずは、正座をしている状態からですね、かかとをつけます。かかとをつけた状態になります。その後、右足から上がって戻ります。以上で正座から礼の仕方、そして起立までの仕方を説明しました。じゃあですね、なぜ先ほどですね、説明の中で礼をしたときに下を向いては向かないで、斜め45度の方向を見てくださいという話をしたかと思いますが、これがどうしてダメかっていうのをちょっと実演していきたいと思います。ですね、じゃあ今、なぜ礼をしたときに下を向いて、私の方で礼をしたときに下を向いておきますので、なぜダメかっていう実演をちょっとしていきたいと思います。はい、はい。今回入れちゃう。はい。
このように下を向いている場合に、相手が襲ってきた場合に対応ができないために下を向いてはいけません。では今度は実際に斜め45度、ひとみさんの方が斜め45度向いて礼をしますので、その礼を見ていてください。礼。このように前方礼をしている時でも前方を見ることで相手を意識して、相手が襲ってきたとしても対応ができるというところが必要な場合もありますので、そのために礼をするときは完全に下を見ないということになります。正座礼は、説明以上になります。では実際に、皆さん、画面の前の皆さん、正座礼をしてみましょう。はい、では行きます。正座。1、2、3、4、5、6、7、8。礼ですね。礼。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、起立。8。以上が、正座礼のやり方となりますので、皆さんも、これを見て習得していただけたらと思います。はい、はい。では今から空手の基本動作の方に入っていきたいと思います。基本動作と言われるものは主に突き、蹴り、受けというものになります。この基本動作ですが、その場でやる基本動作と移動しながらやる基本動作と2通り大きく分けてありますが、今回はその場で行う基本動作をやっていきたいと思います。基本動作を行うにあたってですね、まずそれをする前に大事なものというのが立ち方というものがあります。なのでちょっと立ち方の方を紹介していきます。まずこちらが閉塞立ちになります。はい、続いて結び立ちになります。で次はですね、平行立ちになります。この足の甲を平行にしてください。でこの平行立ちからかかとを外側に出してつま先を内側に入れる立ち方を内八字立ちと言います。今回この内八字立ちに関しましては正拳突きとか基本動作の突きとか受けで使うことになりますので覚えていてください。でこの内八字立ちが、反対になっているんです。かかとを内側です。つま先を外側に出したものが外八字立ちになります。外八字立ちからですね、一旦平行にしてその後また外八字立ちに外側につま先を出したものですね。この立ち幅から腰を落とします。こちらが四股立ちとなります。お相撲さんがやるような四股から取っている四股立ちとなります。この四股立ちの注意点は、体が前に出ない、
背中を曲げてこう座る感じにはならないようにしてください。あくまでお腹もまっすぐして少しお尻を出すような感じにしてください。大丈夫ですか。続きまして、あと一つ立ち方があります。元立ち、前屈元立ちというのがありまして、こう結び立ちをしている状態から一足前に足を出してください。で、前足は曲げます。で、後ろ足は伸ばします。で、この状態の立ち方を元立ちと言います。この元立ちが、一歩分ぐらい深くなった立ち方は前屈と言います。肩の動作なんかで今回は出てきますので確認の方をしてください。で、この立ち方の注意点としてはですね、ここの前の膝がですね、元立ちもしくは前屈の注意点としましては、ここの前の膝が自分の目線から見て親指が見えなくなるまで曲げるというのがポイントです。で、後ろ足は伸ばします。というところが元立ち前屈のポイントとなります。今回、主に使う立ち方の説明としては以上となります。はい、それではですね、画面の前の皆さん、先ほどしこ立ちの立ち方をやりました。じゃあ、しこ立ちの立ち方をとってください。はい、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 下げてください。はい、じゃあ手を前に出してください。では皆さん、今からチャレンジです。このしこ立ちで腰を落とした状態から、この体勢をキープします。10数えますので、そのままの状態で体勢を保ってください。エクササイズとなります。で、腰が上下したりしない、ここの膝を張るようにお願いします。では、タイムを数えます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もっと落としてください。1、2、3。はい、直ってください。はい、以上で立ち方の説明の方を終わりたいと思います。礼。はい、まず正拳突きをする前にですね、基本動作に入る前に拳の握り方というのを、説明したいと思います。手を開いてですね、関節4本の指の関節を曲げます。で、曲げてまた曲げますが、その時に曲げて曲げます。第2関節まで曲げた後、またここをですね曲げていきます。この曲げるにあたってここにあるお肉をですね掴むように曲げて収めてください。で、注意点としまして、今からまた説明しますが、親指ですが、この曲げた4本指を人差し指、中指を押さえるような形で添えてください。で、注意してほしいのは、こういう握り方だったり、こういう風な感じで片方だけ出るっていうのは基本的にダメです。4本指を入れて添えてください。
これはダメです。で、注意点としまして、なるべくここが開かない、こう握ったときにこの隙間が見えないようにしてください。こうすると多分隙間が見えるかと思います。こうすると握りが甘いということになりますので注意をしてください。以上になります。はい、先ほど、基本動作にあたって立ち方の方を説明しました。これからは実際の基本動作をやっていきます。基本動作、主には突き、蹴り、受けとありますが、まずは正拳突きの方から説明をしていきたいと思います。まずですね、立ち方は先ほど言いました内8時立ちになってください。内8時立ちにしてください。内8時立ちの立ち方をした後ですね、左手を前に出してください。で、右手は、引いて腰の上ですね、上の方にお願いします。今具体的に言いますと、帯のところではなく、帯よりちょっと拳一つぐらいのところですね。で、今からじゃあ突きを開始していきます。突きをするにあたって、ここの引いている手を出していきます。出して返します。引いて出します。引いて出します。引いて出します。で、突きをするにあたりまして、当たってですね、この引き手に右手、引き手になっている右手を突き出していきますが、突き出すと同時に左手、出ている突き手も引いてください。引きながらして、お互いが、突きだったら伸びきるところ、引いた手は引き手が来るところでお互い拳を返します。お互い拳を返していきます。拳を返す、返す、返す、返すというふうに、してやっていきます。こちらを、この動作を早くしますとこのようになります。では皆さん、いかがでしょうか。画面の前の皆さん、最初は見よう見まねで構いませんので真似してやってみてください。では5回いきます。1、2、3、4、5、早くいきます。1、2、3、4、5、はい、正拳突きは以上になります。はい、先ほど正拳突きの説明の方をしました。続いては、正面蹴りの、説明の方をしていきたいと思います。まずですね、先ほどやりました元立ちもしくは前屈の立ち方をしてください。で、構え手をつけてくださいね。手がブラブラでもどちらでも構いません。で、実際に蹴る動作をちょっとやってみたいと思います。
見てわからないかと思いますので、ちょっと細かく分解して説明したいと思います。後ろ足をですね、まず引き上げます。で、この引き上げた状態、腰からなるべく上に膝が上がるようにしてください。で、この状態からつま先を伸ばします。つま先がなるべくだとここを立ててください。まっすぐですと突き指をしますので、ここ上足底と言いますが、ここの部分を上げるようにしてください。上げた状態から元の状態に、伸ばす前の状態に戻します。その後元の立ち方に戻る。上げる、伸ばす、戻す、戻る。この4つの動作を1つの動作でやっているのが正面蹴りとなります。反対の場合も同じです。前屈もしくは元立ちになってください。上げます。伸ばします。戻します。戻ります。上げます。蹴ります。戻します。戻ります。この4つの動作を一連でやります。この時の注意点として、なるべくこの状態が上がらないようにしてください。この状態を上げずに蹴る。状態を上げずに蹴るようにお願いします。以上で正面蹴りの説明となります。はい、基本動作ですね。受けの方に入りたいと思います。まず上段受けの方からです。立ち方はですね、内八字立ちお願いします。結びからやって、で左手上げてください。上げて45度ほどに曲げてくださいね。で右手は正拳突きと同じく引き手を取るようにお願いします。でこの時にですね、いろいろ流派があるかと思いますが、このようにはしないで、なるべくこう立ててください。ではいきます。まずですね、正拳突きと同じように右手を上げていきます。で左手はこの受けた手は下げていってですね、自分の、顔の真ん中を通るようにしてください。真ん中ら辺で交差させてください。こう重ねてくださいね。で重ね両手が重ね合わせて顔の前に来た時に、引き手をしていた右手は弾きます。左手は下げます。引き手に下げます。同じく来て、はい、来て、はい、来て、はい、というような形になります。では少し早くやってみます。はい、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 上段受け以上になります。ではやってみましょう。前、はい。ではひとみさん上段受けをお願いします。はい。はい。あれ。はい。これ。はい。もう一回やって。はい。はい。はい。もう一回。はい。これは上段受けですか。はい。お猿さんのポーズに見えたんですけど、どうでしょうか。
受けの練習です。はい、はい今ですね、ひとみさんがやりました。形を覚えるのにはいいかと思います。実際は重ねてきて払う、重ねてきて払うというふうになります。ちょっと動きが難しいという方はでも構いません。以上が説明になります。はい、続きまして中段受けの、説明の方になります。立ち方は先ほどの上段受けと同じく、内8時立ちでお願いします。で、引き手は右手にしてください。左手は、肩からあまり上に拳1個ぐらいですね、上がるようにして、手はですね、まっすぐではなくて外に入れてください。外に少し出すようにしてください。流派によっては内に入れるところとかまっすぐとかあるかとは思いますが、剛柔流なんかでは、内に入れるところもありますが、今回は少林流ということで外でお願いします。では、また動作をしていきたいと思います。まず引き手ですね。引き手を出してお腹の方に向けていってください。で、この脇のところまで来ましたら、お腹を通り越えたらですね、右手を右手を回します。で、この時に引き手も一緒に、左手の受け手は引き手として引いてください。片方の手だけちょっと説明したいと思います。こっちからですね。ここだけですね。出し方としましては、お腹に向けていってください。お腹をこうすらす感じでいって、お腹を通り越えたときにぐーっと受けます。車のワイパーのような感じでこう動きますよね。ワイパーのような感じで動かしてください。お腹をぐーっと通り抜けたところから車のワイパーのようにして受けます。で、その時にワイパーのようにして動かした時に引き手、受け手になってた左手は引き手として引いてください。というふうになります。やってください。はい、どうして、このように斜めにするかということなんですが、やってね。はい、やって来たときに、月が来たときにゴン、ゴン、ゴン、もう一回ゴン、はい、ゴン。受けます。受けて打ち砕くということで、このワイパーのような動作をしています。では、また動作を確認したいと思いますので構えてください。はい、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 止めてください。はい、以上中段受けの、中段外受けの構えになります。受けになりました。以上です。はい、受けの最後になります。下段受けになります。このまず下段受けですね。立ち方はしこ立ちをしてください。はい、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 下がります。で、受け手は斜め45度で拳1個から1個半分ぐらいですね。開けたところに斜め45度に受け手を設定してください。で、引き手を、片方の手は右手は引き手を取ります。で、
受けるにあたってですね、引き手を上げます。まずですね、引き手を上げて顔を通って耳、反対の耳ですね、右手であれば左の耳まで持ってきます。そして払う、耳まで持ってきて払う。こっちであれば、左であれば顔を通って耳を通ってきて払う、耳を通ってきて払う。ちょうど、言葉は悪いですが、耳を引きちぎるという感じで受けます。受けます。で、引き手も動作つけますね。はい、持ってきて、引き手は、受け手は引き手に持ってくるときは、先ほどの中段受けをしたような感じで、お腹の前まで持ってきます。で、この状態を作ってください。顔の前、引き手は上を通って顔まで。で、受け手はお腹の前に持ってきます。この状態から両方一緒に払います。持ってきて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 一緒に。で、この時にこの受けで先ほどの中段外受けと同じように相手の攻撃を打ち砕きます。ということで払い受けをしています。では何回かやってみましょう。はい、いきます。はい、下段受けの方は以上となります。これまでで、一通り基本動作、突き、蹴り、受けというのを、一通り説明してまいりました。説明してきました。では、実際にまた再度確認ということで動作をしてみたいと思います。まず正拳突きからです。正拳突き構えてください。立ち方、内八字立ち、右手は引き手にして左手を前に出してください。ではいきます。何回かやりますね。はい。はい。いいよ、早くやっていいよ。3。はい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 、直ってください。はい。正拳突きは引き手と受け手同時に出して引いてして最後に拳を返してください。続きまして正面蹴りの方をいきます。はい。元が続きつかまえてください。はい。蹴りは上げて出して引いて戻すという4動作を1回でやります。ではいきます。はい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 、直ってください。反対いきましょう。この時、元立ちもしくは前屈は前の足の膝は親指が見えないぐらいまで曲げていますか、曲げているか、で後ろ足は伸びているかというのを確認してください。では蹴りの方に行きます。はい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 、直ってください。では続きまして受けの方に行きます。上段受け構えてください。内八字出しです。お互い、体の前を通って腕が前を通った時にこうさしてやるということでした。では行きたいと思います。はい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 、直ってください。中段受けいきましょう。はい。引き手はお腹を通ってください。お腹を通して引くようにしてください。はい、では行きます。はい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 、直ってください。最後、下段払いになり、下段受けになります。しこ立ちを構えてください。で、受けたとき、受けてる方向を見てください。では行きます。はい。
はい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 、治ってください。はい、気をつけ。はい、以上でですね、第1回目の講座の内容としまして、正座礼、そして基本動作、突き蹴り受けということで、内容の方を、やっていきました。で、第2回目からは、今回、第4回講座が4回ありますが、その中での講座の目標となります型、普及型1というものをやっていきますが、普及型の1の習得を、目指していきますが、その普及型1の、導入の方に入っていきたいと思いますので、また第2回目の方の講座、またよろしくお願いします。以上をもちまして、みんなで空手はじめの一歩第1回目の講座を終わりたいと思います。最後に正座礼をして終わりますので、皆さん画面の前によろしくお願いします。正座。はい。はい、立つ。はい、以上で、講座の方を終了します。ありがとうございました。ひとみさんはどうして空手を始めましたか？はい、お父さんがやっていて、一度やってみるととても楽しくなったので入りました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。